ちょっとストップ。僕の意見言っていい？回答するときはフレーズの型に当てはめていけば OK。こんなことを思っている方に見ていただきたいです。こんにちは。なりきり読書チャンネルの京介です。今回の登場人物と紹介本はこちらになっております。この動画ではこの登場人物の悩みに対して、この本に書かれている重要な3つのポイントを適用して登場人物の悩みを解決していく動画になっています。皆さんもこの登場人物になりきって考えてみてください。今回ご紹介するのは、マーケティングコンサルタントの足立優也さんが書いた、頭のいい人が話す前に考えていることという本です。皆さんは頭のいい人っていうと、どんなイメージを持たれるでしょうか？例えば、IQ がすごく高い人とかですね、難しい言葉を使って知的に話す人とか、みんなが解けない問題を解いてしまう人とか、そんなイメージがあるんじゃないでしょうか。確かにですね、学校ではこのような人たちを頭のいい人たちというふうに言っていたかもしれませんが、これ社会に出ると少し変わってくると思いませんか？本書の中では頭のいい人っていうのは、相手が言っていることや考えていることをきちんと理解して、相手が求めている最適な回答ができる人というふうに言ってるんですよ。しかもですね、この能力は誰もが鍛えられるということなんですね。この本にはですね、そのポイントがたくさん書いてあります。これから登場人物を設定しつつ、この本のポイントを説明していきたいと思います。はい。健太さん29歳、営業5年目の方なんですね。最近後輩ができたので、頼られる存在になりたいというふうに思ってるんですよ。なんですけど、この部下の話をですね、最後まで聞かないで口を挟むことがたびたびあるということなんですね。そしてですね、健太さんはなぜ途中で口を挟んでしまうかというと、この会話はですね、レスポンスが早いことが自分の強みだというふうに思っているわけですね。そしてですね、この上司への報告っていうのがあると思いますよね。その時に結構怒られがちだということなんですね。例えば、営業訪問の結果をですね、上司に報告する際に、長々と話してしまうことがあるんですね。その時に上司からこう言われてしまうんですね。結論は何？というふうに言われてしまうということなんですね。そこで健太さんの目的を設定いたしました。部下に尊敬され、上司に信頼されるような社員になりたいというふうに設定いたしました。この本のポイントを3つにまとめつつ、それを今回の登場人物の健太さんの悩みに当てはめていき、どうしたらですね、健太さんの悩みが解決し、目的を達成できるのか、ということについてこれから説明をしていきたいと思います。一つ目のポイントは、まずは相手の話をしっかりと聞くということなんですよね。このしっかりと聞くっていうのは少し難しい言葉で言うと、傾聴という言葉なんですよね。これが非常に重要なんです。なぜならですね、相手が何を求めているかっていうことを理解するためには、まずは相手の話をですね、しっかりと理解しなければいけないということなんで、この傾聴が非常に重要なんですよね。で、この傾聴する際に非常に気をつけなければいけないことがあるんですけど、それがですね、肯定も否定もしてはいけないということなんですよね。なので、そうなんですね、なるほどというふうに相槌を打ちながら、相手にですね、気持ちよく話してもらうということが重要になるんです。この時ですね、話してくる相手はですね、いや、それどう思いますって聞いてくることあるじゃないですか。その時にも肯定と否定をしないでですね、考えの通りだと思いますとか、いや、なるほどと思いました。っていうふうに言って、まずはですね、相手の話をすべてまず聞くということがですね、この傾聴というものなんですよね。そしてこれができるとどうなるかっていうと、相手から信頼されるようになるんですよ。私たちはですね、この自分の話を聞いてほしい生き物なんですよね。この本ではこう書いてあります。頭のいい人は話をちゃんと聞くことで相手の承認欲求を満たすのがうまいというふうに言ってるんですよ。でも皆さんこう思うと思います。いや、相手の承認欲求を満たすことは分かったと。でもね、自分の承認欲求も満たしたいよというふうに考えますよね。そうだと思います。この自分の承認欲求を満たさないとストレスが溜まってしまうということが事実なんですね。なので、それはまた別の方法があるんです。それについてはこちらの動画にですね、詳しく書いておりますので、こちらご参照いただければというふうに思います。二つ目のポイントはですね、相手が求めていることについて回答するということなんですよね。健太さんは会話のレスポンスが早いことが利点だと思っているので、この話の途中で遮ってですね、回答してしまうことがあるということなんですけど、これはやっぱり間違いですよね。
皆さんはこういう経験ないですかね？自分が話してる途中だったのに、なんか相手が突然話してきて、しかもなんか見当違いなことをですね、言ってきて、いやー、それ僕が聞きたかったことじゃなかったんだけどなってことあると思いますよね。それはですね、この話してくる相手が僕たちが何を求めていて、何を聞きたいかってことをあんまり意識していないからですね、こういう発言をしてしまっているということなんですよね。なので、例えば部下からですね、尊敬されたいと思うなら、部下に説明する際に、部下が何を求めているかってことをきっちりと理解して、部下が聞きたいことを回答してあげるってことが重要になりますよね。例えば部下がですね、仕事の流れを知りたいかってことが分かった場合は、図示してあげて見える化してあげるとかもそういう作業が必要になりますし、部下がですね、思うように業務を進められなくて困っているのかっていうことがしっかりと理解できれば、じゃあ現状どのような状態かっていうのをしっかりと把握した上で、じゃあどうすればですね、解決策を出すことができるのかっていうのをサポートしてあげるとか、そういうふうなですね、対処がすることができるようになりますよね。こういうふうに相手が何を求めて自分に聞いているのかってことをその都度意識してコミュニケーションをするってことで、円滑にですね、コミュニケーションできるようになりますし、相手からも信頼されるようになるということなんですよね。で、ここで気をつけなければいけないのは、このフレーズの型に当てはめればいいというわけではないんですよ。よくですね、このフレーズの本とか売ってますよね。あれをですね、毎回使えばいいというわけではないんですよ。なぜなら相手によってですね、求めているものが違うということなので、その都度ですね、話を聞いてから、最適な回答をしなければいけないということなんですね。その際に、最適なフレーズの型がですね、あれば、使ってもいいかもしれませんけど、初めからこのフレーズの型を準備してて、それに当てはめていこうというふうに話すと、大体うまくいかないと思うので、それは注意した方がいいと思います。3つ目のポイントは、事実、感想を混同して話さないように気をつけるということなんですよね。この相手が求めているのが事実なのか、感想なのか、あるいは意見なのかっていうのをしっかりと理解することが重要なんですね。大抵の場合、相手はですね、この意見っていうのを求めてくるんですね。で、この意見って何かっていうと、この事実と感想を合わせたものなんですね。しかしですね、これ多くの人がこの事実と感想っていうのを混合して話してしまうので、相手はですね、混乱してしまうということなんですよね。これ私を含めてですね、皆さんが結構やりがちだと思うんですよね。なんですけど、これ鋭い人にですね、こういう話し方を聞かれちゃうと、いや、それってあなたの感想ですよねっていうふうに突っ込まれちゃうということなんですよね。特にですね、意見を求められた時っていうのは、この事実と感想をしっかりと分けることが重要です。この本にも書いてありますね。事実と感想をしっかりと分けて整理して話すことができる人は頭のいい人だというふうに書いてあるんです。特にですね、今回の健太さんの例ではですね、上司から結果を求められているわけですから、まずは事実を話した方がいいですよね。営業の結果は検討中で、まだ契約はしないということでした。また顧客はさらに検討する時間が必要だとおっしゃっておりました。ここまでが事実になります。その上で私はもう少しフォローを重ねることで前向きに検討していただける可能性があると思っておりますので、次回までに具体的な成功事例やメリットを再度ご提案した方がいいと思いますが、いかがでしょうか。これが感想になるわけですね。こういうふうに事実と感想を分けて話すことで、相手もですね、話を理解しやすくなると思います。はい。なりきり読書チャンネルいかがでしたでしょうか。今回お話ししたポイントはいきなり実践するのはですね、どれも難しいということなんですよね。私もこの事実と感想を混同して話してしまって相手を混乱させるということがよくありますので、今後はですね、しっかりとそれを意識して事実と感想を分けてトレーニングをするっていうことをこれからしたいというふうに思っております。またですね、この相手の話をしっかりと聞いてから話すって、これもまた難しいことですよね。でもですね、この話を遮られた時って、相手はですね、自分の考えを否定されたっていうふうに思ってしまうということなんですよね。これに関してはこちらの動画で詳しくその部分を説明しておりますので、ぜひご参考にしていただければというふうに思います。今回の動画で頭のいい人の考え方が少しでも分かったという方は、いいねボタンを押してもらえると嬉しいです。コメント欄を使ってお悩みをご記載していただければ、今後の動画配信のテーマにもしたいと考えております。皆さんがこの登場人物と同じような悩みを抱えてしまった時に、このチャンネルの動画がきっかけで解決のヒントにしてもらえるのが私にとって何よりの喜びでございます。ぜひチャンネル登録をしていただいて、いつでも見られるようにしていただけるとお役に立てると思います。そ
それではまた会いましょう。